第4部、歩兵を支える無人機群。日本の防衛シリーズ、ドローン時代の軍、第4部をご覧いただき、ありがとうございます。近藤機関では、軍事、国際情勢、防衛政策を構造的な視点から分析しています。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ、チャンネル登録とベルの通知設定をお願いいたします。また、この動画が参考になりましたら、高評価を押していただけると、今後の動画制作の大きな励みになります。これまで、このシリーズでは、ドローン時代における歩兵の姿について考察してきました。第1部では、敵から発見されにくい、見えない歩兵。第2部では、高い機動力によって戦場を動き続ける、止まらない歩兵。そして、第3部では、頭上から接近するドローンに対して、歩兵分隊そのものが多層的な防空能力を持つ分隊防空網について考察しました。しかし、ここまで考えてくると、一つの問題が見えてきます。未来の歩兵には、あまりにも多くの仕事が要求されるということです。敵を警戒し、移動し、戦闘し、ドローンを監視し、電子戦装置を使用し、負傷者を救護し、弾薬やバッテリーを運び、それでも本来の歩兵としての任務を遂行しなければなりません。これらすべてを人間だけで行おうとすれば、スマート歩兵は高性能になるどころか、仕事を抱え込みすぎて動けなくなってしまいます。ならば、人間が行う必要のない仕事を無人機へ任せればよいのです。そこで、第4部では、歩兵を支える無人機群をテーマに考察します。今回重要なのは、未来のドローンがどのような形になるのかを予想することではありません。UAV や UGV が歩兵分隊へ大量に導入されたとき、歩兵という兵科そのものがどのように変化するのかを考えることです。将来、分隊は兵士だけで構成される部隊ではなくなるかもしれません。その周囲を複数の UAV や UGV が取り囲み、人間と無人機が一つの部隊として行動する有人・無人複合分隊へ変化していく可能性があります。それでは、近藤機関が考える歩兵を支える無人機群について考察していきます。第1章、人間が戦闘に集中するための無人機。まず考えなければならないのは、なぜ歩兵にこれほど多くの無人機が必要になるのかということです。理由は単純です。人間にしかできない仕事へ人間を集中させるためです。現在の歩兵は戦闘以外にも極めて多くの作業を行っています。周辺の警戒、偵察、物資の運搬、通信機器の管理、負傷者の搬送、陣地間の連絡など、その任務は多岐にわたります。しかし、ドローン時代には、さらに、上空の監視、敵ドローンの警戒、味方ドローンの運用、バッテリー管理、電子戦への対応まで加わります。そこで、人間が直接行う必要のない仕事から、順番に無人化していく必要があります。例えば、分隊の前方、数百メートルから数キロメートルを監視する任務は、小型監視 UAV へ任せることができます。分隊の直近では、前回説明した随伴監視ドローンが常時周囲を監視し、人間が警戒を続けなくても異常を検出します。さらに、通信が届きにくい場所では、中継 UAV を上空へ展開し、分隊と上級部隊、車両、他の無人機との通信を維持します。敵性ドローンが接近すれば、迎撃 UAV が分隊防空網の一部として対応します。さらに、地雷や障害物などを前方で確認する偵察 UGV や分隊独自の火力を補完する攻撃 UAV なども歩兵を支える無人機群の一部になるでしょう。これによって歩兵は危険な場所へ人間が直接接近する前に無人機を送り込み状況を確認したり必要に応じて攻撃を行ったりできるようになります。
弾薬やバッテリー、飲料水、食料などの重量物は、輸送 UGV へ任せることができます。そして、負傷者が発生した場合には、救護用 UGV によって安全な場所まで搬送することも考えられます。つまり、無人機は単なる空を飛ぶカメラではありません。歩兵がこれまで自分たちで行っていた仕事を一つずつ引き受ける存在になるのです。ここで重要なのは、無人機によって歩兵を置き換えることではありません。無人機によって歩兵から仕事を取り除き、人間を判断と戦闘へ集中させることです。人間が戦うために、機械が人間を支える。これが、スマート歩兵における支援無人機の基本的な役割になると考えます。第2章、無人機は専用機からモジュール型へ。しかし、ここで新しい問題が発生します。偵察用、通信中継用、電子戦用、迎撃用、輸送用、救護用と任務ごとに異なる無人機を用意すれば、分隊が管理しなければならない機種が際限なく増えてしまいます。機種が増えれば、交換部品も増え、整備方法も異なり、バッテリーや充電器まで別々になる可能性があります。それでは、無人化によって人間の負担を減らすはずが、逆に無人機を維持するための負担が増えてしまいます。そこで必要になると考えられるのが、無人機のモジュール化です。例えば、UAV であれば、飛行部分、電源、通信システムなどを可能な限り共通化し、任務に応じて搭載するモジュールだけを交換します。光学、赤外線センサーを搭載すれば、監視 UAV となり、通信装置を搭載すれば、中継 UAV となり、電子戦装置を搭載すれば、電子戦 UAV として使用できます。同じ考え方は UGV にも適用できます。共通の無人車体へ2台を搭載すれば補給 UGV となり、単価モジュールを搭載すれば負傷者搬送 UGV となり、センサーを搭載すれば偵察 UGV として使用できます。つまり、任務ごとに全く異なる無人機を配備するのではなく、少数の共通プラットフォームと多数の任務モジュールを組み合わせるのです。これは、第1部で考察した歩兵装備のモジュール化や、第2部で考察した歩兵戦術機動戦闘車とも共通する考え方です。歩兵の個人装備、車両、UAV、UGV までをモジュール化し、任務に応じて分隊全体の構成を変更するのです。そうなれば、未来の歩兵分隊は固定された編成ではなくなります。市街地戦では、監視 UAV や偵察 UGV を増やし、対ドローン戦闘が予想される場合には、迎撃 UAV や電子戦モジュールを増やし、長距離移動では輸送 UGV を増やすといった運用が可能になります。つまり、任務に合わせて装備を変更するだけではなく、分隊そのものの能力を組み替えるようになるのです。第3章、操縦から任務指示へ。しかし、無人機の数を増やせば、さらに大きな問題が発生します。誰がこれらを操作するのでしょうか。仮に、1個分隊の周囲で10機、20機の UAV や UGV が行動するようになったとして、それぞれに1人ずつ操縦者を割り当てることはできません。それでは、無人機を増やした数だけ人員も必要になってしまいます。未来のスマート歩兵分隊では、人間と無人機の関係そのものを変える必要があります。現在のように、人間がスティックを操作して、一機のドローンを飛ばすのではありません。人間は、無人機へ操縦を行うのではなく、任務を与えるのです。例えば、分隊長が、前方 1km の道路を監視せよと指示します。すると、AI が、現在、使用可能な監視 UAV を選択し、飛行経路や監視地点を決定して任務を実行します。あるいは、この車両を追跡せよと指示すれば、AI が最適な UAV を割り当て、
必要であれば、複数の機体が交代しながら追跡を継続します。この地点へ弾薬を運べと指示すれば、AI が利用可能な UGV を選び、積載量や経路、敵の位置などを考慮して輸送を実施します。兵士が一機一機の進行方向や速度まで指示する必要はありません。人間が目的を与え、AI が手段を決めるのです。この変化は極めて重要で、分隊長は兵士だけを指揮する存在ではなくなります。兵士に加えて、複数の UAV、UGV、歩兵戦術機動戦闘車、各種センサーを一つの戦闘システムとして指揮することになります。つまり、未来の分隊長は、小規模な有人、無人複合部隊の指揮官になるのです。それは、歩兵という兵科でありながら、歩兵戦術機動戦闘車による機甲戦略としての能力を備え、ドローン弾薬や自動迫撃砲による独自の火力支援能力を持ち、さらに無人機による偵察、輸送、限定的な公兵支援まで行う部隊になるということです。つまり、スマート歩兵分隊そのものが、小規模ながら、諸兵科連合に近い能力を持つことになります。この点については、第5章で改めて考察します。第4章、無人機は使い捨てなのか。そして、もう一つ考えなければならない問題があります。ドローン時代の戦場では、無人機は大量に失われます。敵の迎撃によって撃墜されるだけではなく、電子戦によって制御を失い、事故や故障によって失われる機体も発生します。したがって、すべての無人機を高価で精密な装備として扱うことは難しくなります。一方で、すべてを使い捨てにすることも効率的とは限りません。そこで、無人機にも役割に応じた改装が必要になると考えます。敵陣深くへ侵入する偵察 UAV や攻撃用ドローンは、失われることを前提として安価に大量生産します。一方、分隊勤労で分隊を支援する UAV や UGV などは、可能な限り回収して繰り返し使用します。つまり、最初から喪失を前提とする無人機と、可能な限り回収して繰り返し使用する無人機を分けて設計するのです。さらに共通部品を増やしておけば、損傷した複数の機体から使用可能な部品を取り外し、一機を再生することも容易になります。戦場で無人機を運用するということは、単に大量の機体を配備することではありません。大量に使用し、大量に失い、回収し、修理し、再び前線へ送り出す循環そのものを作る必要があるのです。第5章、歩兵分隊は小さな軍隊になる。ここまで考察してきた無人機群を一つの分隊へ統合すると、従来とは全く異なる歩兵分隊の姿が見えてきます。分隊の前方では、監視 UAV が敵を探し、上空では中継 UAV が通信を維持し、分隊周辺では随伴監視ドローンが警戒を続けます。敵性ドローンが接近すれば、迎撃 UAV が対応し、地上では UGV が弾薬やバッテリーを運搬します。負傷者が発生すれば、救護 UGV が構想を支援し、歩兵戦術機動戦闘車が電力、通信、整備、装備交換の拠点となります。そして、これらすべてを AI が統合し、人間は戦術的な判断と戦闘へ集中します。こうなると、一個分隊が持つ能力は、従来の歩兵分隊とは比較になりません。偵察、監視、通信中継、電子戦、対ドローン防御、輸送、救護、限定的な火力支援まで自分たちの周囲で実施できるようになります。もちろん、これは一個分隊だけで全ての戦闘を完結できるという意味ではありません。砲兵、工兵、航空戦力、兵站部隊などとの連携はこれからも不可欠です。しかし、これまで上級部隊へ依頼していた機能の一部が分隊レベルまで降りてくることで、歩兵分隊は
より自律的に行動できるようになります。文体自身が情報を収集し、自らの戦力で対処可能な脅威については、地上の敵であろうと、空中の敵であろうと、可能な限り、文体自身で対処します。一方、戦車部隊や強固な陣地など、文体自身の戦力では、対処が困難な目標については、無理に抗戦する必要はありません。文体が持つ UAV や各種センサーによって目標情報を取得し、その情報を上級部隊へ送信して、砲兵や他部隊のスタンドオフ兵器による火力支援を要請します。つまり、スマート歩兵分隊は、自ら戦うだけではなく、より大きな火力を誘導する前線のセンサーとしても機能するのです。そして、これこそが、ドローン時代に歩兵という兵科へ起きる大きな変化ではないでしょうか。兵士の人数だけを見れば小さな部隊です。しかし、その周囲には多数の無人機や車両が存在し、AI とネットワークによって一つの戦闘システムとして結ばれています。未来の歩兵分隊は単なる数名の兵士の集まりではなく、限定的ながらも諸兵科連合に近い能力を持つ小さな軍隊と呼べる存在へ進化していく可能性があります。そして、ここまで来ると、そもそも歩兵分隊を人間の人数だけで考えること自体が適切ではなくなるかもしれません。例えば、6名の兵士が2両の歩兵戦術機動戦闘車に分乗し、その周囲を複数の UAV や UGV が行動し、さらに AI がこれらすべてを統合しているのであれば、6名の兵士だけを1個分隊と考える必要があるのでしょうか。むしろ、6名の兵士、2両の歩兵戦術機動戦闘車、複数の UAV と UGV、そして、それらを統合する AI までを含めて、一つのスマート歩兵分隊と考える必要が出てくるでしょう。つまり、無人機が歩兵を支援するという関係から、人間と無人機、車両、AI が最初から一つの部隊として編成される関係へ変わっていくのです。これこそが、有人、無人複合分隊という新しい歩兵部隊の姿です。しかし、この構想には大きな弱点があります。無人機は何もないところから動き続けることはできません。多数の UAV や UGV を運用すれば、大量のバッテリーが必要になり、損傷すれば交換部品が必要になり、攻撃用無人機を使用すれば、新しい機体を補充しなければなりません。歩兵が高性能になればなるほど、その歩兵を支える物資の量も増加します。つまり、スマート歩兵を本当に止まらない歩兵にするためには、その背後に従来とは異なる兵隊システムが必要になるのです。次回は、歩兵を支える兵隊をテーマに、ドローン時代の歩兵分隊へ、弾薬、バッテリー、無人機、食料、医療資材などをどのように届け続けるのかについて考察していきます。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価をお願いいたします。また、近藤機関では、今後も、ドローン時代の軍をはじめ、日本の防衛やこれからの戦争について考察していきます。続きが気になる方は、ぜひ、チャンネル登録とベルの通知設定をお願いいたします。それでは、次回の近藤機関レポートでお会いしましょう。